はい、皆さんこんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、油絵の、絵の具の、塗り方というか、油絵をキャンバスに筆で塗る時の、やり方についてちょっとお話ししようと思います。前回ですね、キャンバスに、ナイフを使ってちょっと凸凹のマチエールをつけるという動画を出したんですけれども、前回ホワイトを使ってたんですけれども少し強すぎたので、イエローオーカーを混ぜてですね、ちょっとこんな感じのクリーム色っぽい感じで、ナイフを使って塗り直しています。下地ですね、下地の部分、褐色の地の上にイエローオーカーとホワイトを混色した、ちょっと明るいイエローオーカーみたいな感じの色で下地を上に一層塗り重ねています。今日はこの上にですね、これバーントアンバー、もうちょっと暗い色褐色なんですけれども、バーントアンバーを筆を使って、絵の具をね塗り重ねて、もう少し下地を濃い感じにしたいと思います。はい、では最初にですね、使うものの説明します。今日は絵の具、バーントアンバーと、メディウムを使います。超速乾メディウム、こんな感じの、メディウム使ったことない人のために最初にちょっとお話しておきますと、これは絵の具をね丈夫にしてくれます。量としては絵の具に対して1対1くらいまで、それ以上入れるとあんまり透明感が増しすぎて絵の具の抵抗感なくなっちゃいます。1対1くらいまでを目安に絵の具を丈夫にしてくれる、そういった、混ぜ物ですね、増量剤だと思ってください。あとここに書いてある超速乾っていうのは乾くスピードがめちゃめちゃ速くなります。なので、急いで仕上げたいなんていう時には、通常の絵の具に、ペインティングオイルを入れて描くだけではなくて、少しこの超速乾メディウム足してあげるとより乾きが早くなって便利でしょう。はい、であとは、豚毛の筆ですね、14番平筆、それから、ナイフ、前回使いましたね、ペインティングナイフ、こんなので進めていこうと思います。はい、じゃあまずパレットに絵の具出します。今日塗るキャンバスは F6 サイズなので、このくらいですかね、本当にざっくり目分量ですけれども、このくらい、チューブよりちょっとちっちゃいくらいかな、出してみました。メディウムも同じように出してだいたい一緒くらいですかね。はい、これからナイフで混ぜていきます。メディウムはほぼ透明なので色に変化は出ないと思うんですけれども、こんな感じで、はい、覚えてますでしょうか。ナイフは混ぜる時に進行方向を少し持ち上げて、で連続した動きで右へ行ったり左へ行ったり、お店を広げます。周りにずっと広げながらよく練っていきます。その後一角にまとめて、こんな感じですね、まとめてまた広げていく、その繰り返しでよく絵の具とメディウムを混ぜていってください。はい、こんな感じでだいたい混ざったでしょうか。よく混ぜるとね、粘度が上がっていきます。最初絵の具がチューブの中でオイルと顔料と分離していることよくあるんですが、しっかり混ぜると少しね粘度が上がります。はい、こんな感じで、なんて言うんでしょうね、ちょっと角が立つ感じっていうんですかね、生クリームの感じでいうと、色があれなんで生チョコレートみたいですけど、はい、こんな感じで混ざったら早速塗っていってみましょう。今回はナイフではなくて筆を使ってキャンバスに絵の具をつけていきます。はい、見えますかね、こんな感じで。で筆なんですけれども、油絵の具の場合は、水彩と違ってこんな風に持つことあんまりないです。特に豚毛の場合はこんな風に持って
先端ではなくて側面を押し付けるような感じで使っていくことが多いです。例えば柔らかい毛、イタチとかテンとかそういった先が利く柔らかい、筆で描く時には本当にこう、なんて言うんでしょうね、線描するような時には鉛筆を持つ時みたいな感じで持って細い線を引いたりしますが、この豚毛を使って画面にすりつけるような作業をする時にはこう先を立てるというよりも寝かせた感じで、どうでしょうね、角度でいうと15度くらいから30度くらい、場合によっては60度くらいまでのこんな感じの角度で絵の具をつけていくことが多いです。はい、では早速絵の具つけていってみましょう。まずは筆に絵の具を取ります。しっかり混ぜます。例えばこんな感じで結構たっぷりと筆に絵の具をつけました。これで、はい、やっていきますね。絵の具をつける時なんですけど、今回は下地、明るいイエローが塗ってあるんですが、ちょっとねそれが透けるような感じで全体にすり込んでいこうと思います。例えばこんな感じでねすり込んでいきます。でその時にわざと下地が透けるように、そしてちょっとムラができるような感じで塗っていこうかなと思います。筆の使い方こんな感じです。ちょっとゆっくりやってみましょうか。絵の具をつけておいてこすりつけるようにすり込むような感じで、筆の側面を使ってですねザクザクザクとこすりつけていきます。でこの時にウエス、ボロ布ですね、こういったのを使ってこすってやってもいいと思います。やってみましょう。こんな感じでちょっとこすりつける、叩きつけるというかこすりつけるというか、見えますかね。元になる下地がナイフで結構デコボコした地を作ってあるので、すり込んだ時にその傷跡のところに絵の具がこう入り込んで、ちょっとなんかこう壁画というかちょっと古臭い、なんていうんですかね、アンティーク調のこう塗り壁みたいな感じになったかなと思うんですけど、どうですかね、いかがでしょう。こんな感じのマチエールですね。少しこう濃淡があってキャンバスにできてるナイフでできた傷跡の隙間にこうより濃い色が入ってるような感じです。今回はこういった地をね作ろうと思っていたので、どんどん進めていきます。はい、こんな感じですり込んでいきます。結構ね最初こうやってすり込む時は力入れます。なるべくねランダムにっていうか、あっちいじったりこっちいじったりしながら一箇所に集中しないで、言ってみればこうつまみ食いみたいな感じでですね、あっちこっちをわざとランダムに色をつけながらムラをわざと作っていきます。絵の具がついてるところとついてないところが、なんて言うんでしょうね、迷彩柄の服みたいなそういった感じで、あちこちにムラがいっぱいあると全体として目立たなくなるような、そういった狙いでわざとあっちこっち行きながら、つまみ食いするような感じで一箇所にあまりね集中しすぎないようにして絵の具をすり込んでいきます。でその後ちょっとねウエスでこすったりしてなじませます。筆跡が残らないようにランダムに、そしてこのこすった後もなるべく残らないようにあっち向きこっち向きこうねわざとこうムラをいっぱい作りながらこすってってみます。はい、大体半分ちょっと塗れましたかね。この調子で全体いってみましょう。で今ねその超速乾メディウム入れてるせいで乾きがめちゃめちゃ早いです。なので塗ってる先からもうちょっと画面がペタペタしてきてるんですね。なので手早く塗っていきます。そして筆跡をなるべく残らないように手早く重ねていって、残った筆跡はそれと交差するようにまた上からタッチを重ねたり
ウエスでこすったりして、ムラが目立ちにくいように、大量のムラをいっぱい作ってあげる感じですね。こんな風にどんどん重ねていきます。はい、どうでしょう。結構どうですかね。画像だと結構ムラ目立ってますけれども、つまりコントラストが少し強めに出てますけれども、実際のキャンバスの感じはそこまでね、濃淡がはっきりしてないっていうか、結構いい感じの凸凹具合っていうかムラ具合になってるんですけれども、ちょっとコントラストが強めに映ってる感じですかね。はい、あと一息です。もうちょっと塗ってみます。あとね、この大事なのは絵の具を作る量なんですけれども、結構ね最初のうちは絵の具の量が少なすぎて途中で足りなくなるってことがよくあると思います。大きな面積塗ろうとした時には実際に使うだろうっていう分量の 1.5 倍くらい絵の具用意するように心がけましょう。どうしてもねその余っちゃう絵の具がもったいないっていう気持ちが働いてちょっとしか絵の具出さない人いるんですが、余った絵の具がね他の次使うかもしれないキャンバスに塗っちゃうとかね、何かしら用途ありますので、足りなくなることの方が怖いっていうか、途中でなくなるとね色がね思ってないこう違う色にこうまた作った時に変わっちゃったりするんですよね。でそうなると後が面倒なので少し多めに用意する、塗る前に用意する絵の具の量は必要な分量の 1.5 倍くらいを目安に。で慣れてくるとその加減がだんだん分かってきます。 1.2 倍くらい用意しとけば足りるかなとか 1.1 倍くらいでちょうど塗り終わるかなとか、それでもやっぱり少し多めに用意するっていうのがポイントですね。はい、だいぶムラを作りながら、濃淡をつけられたかなと思います。もうちょっと濃くしてみますね。今度は筆だけで描いていきます。明るいところを狙ってその部分だけこんな風に絵の具を置いていく感じです。今度はそんなに下すり込んでいないです。つけた絵の具はねこうかき取るというか擦れて取れてきちゃったりしないように上からこう乗っけていく感じで明るいところを詰めていきます。なるべく筆跡を残しすぎないように、もしくは残した筆跡が均一な向きにならないようにあっち向きこっち向きランダムな方向にタッチを入れています。はい、こんな感じで上からスタンプっていうかね押し付けて、できすぎたムラを取ってあげます。はい、どうでしょう。こんな感じで、今日は、絵の具の付け方、メディウムを使って少し薄めましたけれども、筆の使い方っていうかね絵の具の塗り方、一例としてこういう方法もありますよっていうのをご紹介しました。はい、こんな感じで。ではまた。